森永卓郎森卓は、財務省の財政均衡主義を財務心理教と呼んで批判しました。確かに財務省の主張には問題があります。しかし、それを糾弾する森卓心理教や財務省解体運動も同じ穴の無地なであることを説明し、国民負担を本当に減らす財政政策を示しましょう。第1章、森卓の財務心理教批判。財務心理教とは、支出に収入を合わせようとする財務省の財政均衡主義のことです。すなわち、財務省は基礎的財政収支、プライマリーバランスを黒字化して国債を償還しようとします。財務省はこれからの日本のために財政を考えるという一般向けのパンフレットでこう警告しています。国の財政状況の悪化により、国が発行する国債や通貨に対する信任が低下すると、金利が大きく上昇したり、円の価値が暴落して過度な円安になったり、物価が急激に上昇するなどのリスクがあります。このパンフレットは、国の財政状況の悪化がいかに深刻であるかを視覚的に分かりやすくするように、ワニの口と呼ばれるグラフを掲載しています。黒線は一般会計歳出で、青線は一般会計税収です。ピンク色で示された両者の差が財政赤字で、ワニが口を開けたように広がっています。特に新型コロナウイルス感染症が広がった2020年度には、国債発行額が100兆円の大台を超えました。これについて森卓はこう言っています。2020年度に80兆円ものプライマリーバランスの赤字を出したことは、財政均衡主義という教義にとって致命的な危機だった。80兆円というのは、税収全体を大きく上回る規模の額だ。それだけ赤字を出しても、金融市場や経済に何の問題も起きなかった。しかも、日本と同じような巨大な財政出動は、世界中で行われた。ところが、そうした国においても、ハイパーインフレも国債の暴落も為替の暴落も起きなかったのだ。どの統計で見ても2020年度に国は100兆円前後の借金を増やした。そして何も起きなかった。これは紛れもない事実なのだ。しかし本当に何も起きなかったのでしょうか。この物価上昇率のグラフをご覧ください。パンデミックによるリセッションで2020年10月から2021年8月まで物価上昇率はマイナスとなりデフレでした。ところが2022年4月以降、日銀の目標である 2% を超えて高止まりしています。この物価上昇はコストプッシュ型という人もいますが、本当にそうでしょうか。このグラフの緑色は円の実質実効為替レート、赤色は消費者物価指数です。2021年から2024年末にかけて、円の実質実効為替レートが低下し、消費者物価指数が上昇しています。パンデミックによるサプライチェーンの供給制約のおかげで、2021年9月までの国際物流コストの指標である青色のバルチック海運指数が上昇傾向にありました。また、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻で鉱物資源などの価格が上昇し、2022年4月にブレント原油価格がピークに達しました。しかしその後、コストプッシュ型の物価上昇は全般的に収束しました。にもかかわらず、その後も物価が上昇しているのは、通貨価値が下落し続けているからです。財務省が言うところの過度な円安や急激な物価上昇に該当するかどうかはともかくとして、少なくとも何も起きなかったということはありません。かつてミルトン・フリードマンが言ったように、紙幣を吸って財政でばらまけばインフレになります。日米欧ともパンデミック対策としてヘリコプターマネーをばらまいたのでインフレになりました。2022年に欧米の中央銀行が利上げを開始したのに対して、日銀の利上げは遅れたので、
円安が深刻になっているのです。問題は現在のような円安インフレになっても、なお金融緩和と積極財政を続けるべきかどうかということです。第2章、森拓の消費税増税批判。森拓は日本経済低迷の原因は消費税の増税であると主張しています。その理由は消費税導入前の1988年度と2021年度現在の家計の比較から明らかだというのです。世帯主収入は 12.5% 増えたものの、税と社会保険料が 50.1% も増えた結果、手取り収入が 3.8% しか増えておらず、そこから消費税の負担を差し引くと 4.6% の減少になることを根拠に、こう言っています。日本経済が成長できなくなった最大の理由は、急激な増税と社会保険料アップで手取り収入が減ってしまったからだ。使えるお金が減れば消費が落ちる。消費が落ちれば企業の売り上げが減る。そのため企業は人件費を削減せざるを得なくなるという悪循環が続いたのだ。財務心理教は国民生活どころか日本経済まで破壊してしまったのだ。これに対して財務省は消費税を社会保障の安定財源と位置づけ、税率の引き上げを正当化しています。森拓は財務省の主張を次のように批判しています。財務省は重要な視点を隠している。そもそも日本の社会保障制度は社会保険制度が支えてきたということだ。その制度は労使が共に支えるというのが基本だ。例えば、厚生年金にしろ、健康保険にしろ、負担は労使折半だ。保険料の半分を企業が負担しているのだ。ところが、消費税は全額を消費者が負担する。高齢化が進む中で、社会保障の負担が大きくなってきていることは事実だ。だからこそ、皆で社会保障を支えないといけない。ところが、消費税を社会保障財源にするということ自体が、企業が社会保障負担から逃れることを意味してしまうのだ。森拓はまた、政府が消費税を増税する一方で、法人税を減税したことを批判しています。この15年間の消費税の税収は136兆円に上るのに、同じ時期の企業からの法人産税は131兆円も減収しています。つまり消費税は大企業が納めるべき税の減収の穴埋めに使われていると言っても過言ではありません。まとめると、庶民派を標榜する森拓の主張は、社会保障の財源として庶民に負担がかかる消費税よりも企業に負担がかかる法人税や社会保険料の方が好ましいということです。しかし、この認識は経済学的に正しくありません。その理由は後で説明しましょう。第3章、森拓心理教のカルト性。森拓は財務心理教をオウム真理教のようなカルトと批判しましたが、そういう森拓心理教にもオウム真理教に似たカルト的な側面があります。森拓心理教とオウム真理教の共通点は陰謀論と終末思想です。オウム真理教は陰謀論で信者に被害妄想を抱かせ、外部からの批判を遮断して洗脳し、終末、すなわちハルマゲドンを予言して、そこから生き延びるために出家を促しました。実際にはハルマゲドンは起きず、終末を迎えたのは教団の方でした。森拓も陰謀論が好きです。例えば、財務省のタブに切り込んだことが原因で、テレビ番組から降板になったと言っています。テレビは税務調査の報復を恐れて、財務省にとって都合の悪い報道ができないというのです。しかし、それなら、なぜテレビ以外の媒体は森拓の主張を伝えるのでしょうか。税務調査の報復を恐れるのは、テレビ局に限定されないはずです。また、玉木雄一郎の不倫スキャンダルが発覚したとき、森拓は、財務真理教っていう教団に逆らうと、必ずこういう目に遭うんですよ。
そのやり口が汚ねえなって思うと発言しました。しかし不倫の噂は地元では2年前からあったので、財務省の陰謀とみなすには無理があります。また森田区は経済的な終末も予言していました。2024年の対談で、来年中に日経平均は3000円になる。本音を言うと2000円ぐらい。ちょうど今の20分の1くらいになると発言し、グローバル資本主義の崩壊を予言しました。森田区は2024年7月に持ち株を全部売却し、9月に投資依存症や新NISAという名の洗脳を出版し、投資の放棄を提唱しました。そして2025年に起きると予言したグローバル資本主義の崩壊に備え、都会田舎に移住し、自給自足の生活を送ることを推奨しました。しかし2025年に終末を迎えたのは森田区の方でした。このように森田区真理教にはオウム真理教と共通点があります。第4章、国債大量発行に問題はないのか。これまで紹介した森田区真理教の教義にどのような問題があるかをここから考えていきます。まずは財務真理教批判の中心的な主張から始めましょう。森田区や MMT の支持者たちは自国通貨建ての国債を発行し続けても財政は破綻しないと主張します。しかし財政が破綻しないからといって国債を増発してよいという結論にはなりません。なぜなら全要素生産性の低下という別の問題があるからです。公的債務が蓄積すると実質金利が上昇する、あるいは期待収益率が低下し、クラウディングアウトにより設備投資が抑制され、さらには財政硬直化により社会資本ストック投資も抑制されることから、全要素生産性が低下すると考えられています。このグラフの青色は、国際残高対 GDP 比の増加率をプラスマイナス逆にしたもので、赤色は全要素生産性の上昇率です。1968年から2022年にかけてのデータを標準化するとほぼ重なり、マイナス 0.324 の負の相関係数が確認されました。全要素生産性がいかに重要であるかをコブ・ダグラス型関数で説明しましょう。Y は総生産量、A は全要素生産性、K は資本投入量、L は労働投入量、アルファとベータは K と L の寄与率を決めるパラメータです。全要素生産性はイノベーションや経営の改善などにより向上する経済の質です。財政出動により経済を量的に拡大しようとしても質が劣化するなら両者の積である総生産量は思うように増えないということです。国債増発によるクラウディングアウトを回避する方法としてアベノミクスで試みられたのが量的金融緩和です。これは事実上の国債の日銀引き受けです。実質金利がマイナスとなったので経済にはポジティブと思われていますが、他方で円安とインフレをもたらし日本国民の購買力を低下させました。実質金利がマイナスであるということは債権者の国民から債務者である政府へと富が移転されることを意味します。それゆえインフレは税金として機能します。インフレ税は貨幣対増への罰金として機能するので必ずしも否定すべきではありませんが、賃金上昇率はインフレ率を超えなければなりません。しかし現状はそうなっていません。名目賃金の上昇率からインフレ率を引いた実質賃金の上昇率は2022年から2024年にかけてマイナスです。このグラフは2019年から2024年にかけての実質消費活動指数です。パンデミック以降、2015年の水準を下回ったままです。特に実質賃金の上昇率がマイナスとなったこの3年間、旺盛なインバウンド関連の消費を除いた青色の消費活動指数はパンデミックが収束したにもかかわらず
パンデミック前の水準をかなり下回って横ばいとなっています。来日外国人が景気よく金を使っている一方で、日本人の財布の紐は固くなっているのです。石破首相は、日本経済はデフレの状況にはない。しかしながらデフレは脱却できていない。今をインフレと決めつけることはしないという陳答弁を衆議院予算委員会でしていました。アベノミクスの理想はデフレから脱却して景気を改善することでしたが、積極財政と金融緩和を続ける高圧経済の現実は、デフレから脱却したものの、景気は停滞したままというものでした。それゆえ政府は未だにデフレ脱却宣言を出せないのです。2023年初頭に森田は、2023年は物価が下がるだろう。スタグフレーションは死後になると予言していましたが、実際にはスタグフレーション、すなわちインフレでの景気停滞が死後になるどころか、誰もが実感するリアルな現象になりました。財政規律を無視してでも消費税を減税すべしというのが森田の主張ですが、財政規律を無視してヘリコプターマネーをばらまくと、円安とインフレが帰結します。一方で、消費を低迷させるという理由から消費税増税を目の敵にしつつ、日本人の消費を低迷させるインフレ税増税を容認する森田心理教の教義は矛盾しているというのがこの章の結論です。第5章、消費税増税が賃金低迷の原因か。消費税増税が日本の賃金を低下させたという森田説の真偽を検証しましょう。一般に消費税を負担するのは消費者と思われています。確かに消費税を引き上げた直後はそうですが、1997年に消費税率を 5% に上げてから2021年まで、税込みの物価は1997年の引き上げ以前とほぼ同じ水準を維持しました。それゆえ消費者は短期的にはともかくとして、長期的には物価の上昇という形では税を負担していないのです。では消費税の負担はどこに帰着したのでしょうか。消費税の分だけ値上げすると売上が落ち込むので、企業はコスト削減のために仕入れ税額控除適用対象外の人件費を削減しようとします。では、消費税増税が日本の賃金を低下させたという森田説は正しいのでしょうか。答えはノーです。それは消費税の代わりに減らした法人税にも同じ効果があるからです。法人税負担の労働所得への帰着は、土井武郎のシミュレーションによると、1年目には約10から 20% 程度ですが、時間とともにその割合が増え、長期的には 100% になるとのことです。このシミュレーションは、グローバル経済の影響を無視した閉鎖経済モデルに基づいていますが、グローバル経済を前提とした開放経済モデルを採用するなら、もっと早く法人税負担が労働所得に帰着するかもしれません。企業には法人税率が低い国に移転する自由があります。これを阻止するには、労働者の賃金を切り下げ、法人税負担を労働者に転嫁しなければなりません。故に消費税と法人税の賃金に与える効果はほぼ同じで、消費税増税と法人税減税が労働者の賃金に与える影響は中立的と考えられます。それにもかかわらず、日本人の賃金が上がらなかったのは、前回のプレゼンテーションで述べた通り、ネズミ子オーナスのせいです。森田は増大する社会保障費用の財源として、消費者が負担する消費税よりも、負担が労使折半の社会保険料の方が好ましいと考えていますが、しかし、社会保険料とは、さもなくばすべて労働者に賃金として支払われるべき人件費の一部を政府が保険料として取り上げる税金のようなものです。仮にその全額を企業負担にしても、その分賃金が引き下げられるので、労働者の負担が減ることはありません。100% 会社負担ということにしても、100% 労働者負担であることには変わりがないのです。
庶民派経済学者を自称する森田の基本的な主張は、庶民の負担を減らし、企業の負担を増やすことです。それなのに、森田が容認する円安とインフレは、輸入者で債権者である家計には不利で、輸出者で債務者である企業には有利です。この点で森田心理教の教義は矛盾しているというのがこの章の結論です。第6章、投資はゼロサムのギャンブルか。2024年1月から新NISAが始まりました。政府は貯蓄から投資へを推奨しましたが、森田はこの方針に異議を唱えました。森田が投資を否定する根拠は、完全競争下で企業利益がゼロになるゆえ、株式は無価値で、投資はゼロサムゲームのギャンブルというものです。しかし、完全競争はあくまでも理論的に考えられた極端な状態であり、現実には企業が超過利潤を得ることは可能です。それで投資をギャンブルと同等視するのは間違っています。ギャンブルは掛け金以上の金銭的利益を生む生産活動ではなく、娯楽、つまり消費活動に過ぎません。参加者は胴元にテラセンを支払うため、そのリターンの期待値は掛け金を下回ります。これに対して投資の場合、リターンの期待値は投資額を上回ります。もちろん株価には常に下落リスクがつきまといます。特に2025年2月現在、米国の株価は割高な水準にあり、このグラフにある通り、ケープレシオが世界恐慌前やドットコムバブルの時と同様に30を超えています。それゆえ株価が暴落するリスクはあります。それでも投資をやめるべきだという結論にはなりません。このグラフは1872年から2025年にかけての S&P500 の値をインフレの影響を取り除いて示したものです。赤の曲線は指数近似曲線です。米国株はこれまで世界恐慌、石油危機、ドットコムバブルの崩壊、世界金融危機といった数多くの試練を乗り越え、指数関数的な成長を遂げてきたことがわかります。さらに実際の投資では、インフレと配当再投資による複利効果で資産増殖はこれよりもっと顕著に指数関数的となります。今後短期的に株価が暴落しても長期的な成長に変化はないことでしょう。何よりも投資をすれば現在日本で課税が強化されているインフレ税から逃れられます。森田は一方で国債発行による積極財政を推奨し、インフレを推進させておきながら、他方で株式に投資しないことを信者に推奨しています。もしも森田の教えを忠実に実践するなら、信者たちはインフレ税の犠牲者になってしまいます。この点で森田心理教の教義は矛盾しているというのがこの章の結論です。第7章、両者の対立地平を乗り越える。森田は今年の1月に亡くなりましたが、その影響はまだ残っています。実際、財務省前で財務省解体を訴えるデモが最近ありました。また、森田の主張に近い国政政党もあります。れいわ新選組がその代表です。政府の財源は税金だけではありません。新規国債の発行も財源の一つです。あるいは消費税は1989年に導入されましたが、その本質は経団連の要望で実施された法人税減税のための穴埋め財源です。消費税は低所得者ほど負担が重く、消費に対する罰金ともいえるもので、景気回復を妨げています。森田と同じようなことを言っています。れいわ新選組は与党の政治に影響を与えないので実害はありませんが、国民民主党は与党に影響を与えうる存在です。国民民主党は2024年の衆議院選挙で基礎控除等の合計を103万円から178万円に引き上げますと言って大幅な減税を公約しました。すると日経新聞が
国民民主年収の壁対策実現時 7.6 兆円減収政府試算という記事を書きました。玉木代表が財務省がマスコミを含めてご説明に回っている効果はさすがです。今朝の朝刊は各紙こぞって 7.6 兆円の減収、高所得者ほど恩恵とネガキャン一色と X で陰謀論的な投稿をすると、ネット上で財務省バッシングが過熱したため、11月26日の定例会見で玉木は一転して財務省への誹謗中傷はやめられた方がいいと思うと述べ火消しに動きました。どうやら国民民主党の支持者の中にも森拓真理教の信者がいるようです。もとより森拓真理教が間違いだからといって財務真理教が正しいということにはなりません。なぜなら2つのカルトには共通の間違いがあるからです。それは歳出削減で財政赤字を解消しようとしないことです。財務真理教が通常の増税で財政赤字を解消しようとするのに対して、森拓真理教はインフレ税で財政赤字を解消しようとします。2つのカルトは大きな政府を目指すという点で同じ穴の無地なのです。財務省の行動原理は1円でも多く増税し1円でも歳出をカットするという財政緊縮路線だと森拓は言っていますが、財務省は自分たちの権力の源泉である税を増やすことには熱心であるものの、歳出削減には熱心ではありません。歳出を削減すると増税する口実がなくなるので、それは当然です。財務真理教と森拓真理教の対立地平を乗り越えるには、小さな政府を目指さなければなりません。単なる減税は、インフレ税を含めた他の増税で相殺されるだけです。歳出削減を伴う減税なら、真の国民負担の軽減になるし、全要素生産性の向上を通じて、本当の経済成長を実現できます。